株じいさん。はい、今回の動画は私の持っている UL 系テントのもう一つですね、ルナドーム2型について、その使用感、いいとこ悪いとこ、長期の北海道や九州のツーリングに私が求めてるスペックのテントとして使っていけるのか、その辺を見ていこうと思います。動画の最後に皆さんへの大切なお願いがあります。ぜひ最後までご覧になってください。それではスタートです。株じいさん。はい、こんにちは、株じいさんです。前回の動画でですね、北海道はたまた九州への長期のツーリングを想定して、私のバイクでのキャンプツーリングに最適な軽くて小さくてでもバランスのいいそんな UL 系のテントを今模索しているという中で、前回はランシャン1という TP 型のテントについてその使用感とか長所短所、長期で使う場合の不都合はないかといったことを動画でお伝えしました。概要欄にリンクを貼りましたのでぜひご覧になってください。今回はその第2弾としてもう一つ私が持っている UL 系のテント、モンベルのルナドームの2型、2人用のテント、ちょっと大きいんですけど、このテントについて、私が前回も皆さんにお伝えした私が求めるキャンプツーリング用のテントの仕様に合致しているのか、使い勝手はどうか、その辺をですねお伝えしようと思います。改めて私の求めるテントの仕様をおさらいしてみますと、まず人一人が眠れること、2人が眠れる必要はありません。2番目にダブルウォール構造であること、重量が 2kg 以下であること、収納サイズに関して長手方向が 40cm 以下であること、そして最後にツーリング用の大型バッグ2個をテント内に確実に収納できること。このテント内に収納できるという条件は、例えばフライシートの下に収納できる、それでも構いません。この5つが私の求めるテントの条件になります。このうち1番目から4番目の条件を満たすテントは結構、世間には豊富にあって、特に山岳用のテントなどはどれもこれを満たすケースが多いです。ただ5番目の条件、バッグを2個収納できるっていうことを満たすとなると、なかなか選択肢は減ってきます。今回持ってきたモンベルのルナドーム2型はこの1番目から4番目すべて条件を満たしています。そして5番目の条件に関しては2人用のテントを1人で使いますので、その余った1人分のスペースにツーリングバッグ2個は楽に置けるだろうのと踏んでます。あとは実際に使ってみてどうか、その辺を今回のキャンプで検証してみようと思います。今回のキャンプ地は山梨県は富士五湖の一つ西湖のほとりで、私のキャンプ仲間2人とですねキャンプをする際にですね、実際にルナドーム2型を使ってみましたので、その時の映像を使いながら、ああだこうだとね、独断と偏見交えながら喋っていこうと思ってます。今ですね、私のクロスカブ小次郎でですね、西湖の脇を走ってるとこですね、埼玉の我が家から約5時間くらいかかりましたけどね、この綺麗なね湖岸を走れてね最高ですね。西湖だけに。時期は5月の下旬、気温は28度し、まだそれほど猛暑ではありません。走るとやっぱり涼しいというか、ちょっと肌寒いというか、いい感じで走っていました。空模様はねあんまり良くないんですけど、なんとかね持ちこたえてくれそうですね。もうすぐね、もうみんなはキャンプ場についているその最古のキャンプ場、間もなく着くところです。最近年を取ったせいかですね、もし今日雨だったら小次郎じゃなくてですね、自分の車でキャンプ場行くかもしれないなんて友人には伝えてましたが、どうにか天気は持ちそうだということで小次郎で来た次第です。株じいさん。はい、西湖の湖畔のキャンプ場に着きました。先についていた同僚のキャンパー仲間とねキャンパーイって感じでね、はい、ビールいただきます。
うまいご覧の通りね、私は走ってると結構肌寒いんで長袖のねジャケット着てますが、ご覧の通り仲間はねもうね暑くて半袖ポロシャツでいます。泊まるとやっぱりね暑いですね。気温はね28度ぐらいでしたね。はい、みんなとね乾杯してちょっと語ってた後ですね、早速今回のテントモンベルのルナードームの2型をですね設営を開始しました。ちょっとねカメラの録画スタートをね押したつもりがうまく押せてなくてね、最初の部分が撮れてなかったんですよね。ご覧の通りポールにすでにもうインナーテントを吊り下げる途中からになってます。すいません。このテントの特徴を示すポールの組み立て部分を録画できなかったので、この右上の画像で紹介しますと、このテントは通常の2本のポールをクロスさせて立ち上げるドーム型テントとはちょっと異なる構造になっています。インナーテントの天井を持ち上げるための1本の長いポールの両エンドに側面を立ち上げるための二股に分かれたポールが連結される構造、そして空間を最大限に拡張するため天井部分に短いポールが直角に入ります。最近流行りのテントのポール構造に似ていますね。そしてインナーテントはこの組み上がった赤いポールにフックで吊り下げる吊り下げ式のテントですね。スリーブ方式ではなく、このフック式はインナーテントを簡単に立ち上げられるのでね、ここがねいいなーって感じですよね。このポール構造のおかげで両側面が垂直に近く立ち上がっていること、そして天井部分に直角に入る短いポール、通称リッチポールと呼びますが、これのおかげでですね、テントの前面後面の壁もほぼ垂直に立ち上がる。つまり、居住空間が最大限に広く快適性が追求されている。その割にテントの重量は軽くなる。そういった特徴があるようです。はい、そしてここからこの緑色のフライシートをかぶせていきますね。今ねちょっと株じいさんも悩んだところなんですが、このテントは出入り口が前面1箇所だけですので、フライシートも前後があります。ですのでフライシートも前後を確認してかぶせないとですね、またやり直しなんてことになってしまうんで注意が必要です。それから最初に言うのを忘れていましたが、このテントは完全な自立式テントです。ポールにインナーを吊り下げた後ですね、ちょっと場所が良くなかったなんていう時はね、そのままさっとねテント自体を持ち上げて移動することもできます。この点はワンポール式の TP 型テントにはない長所になりますね。このテントを設営する上でちょっとここはいまいちだなと思ったのが、このフライシートをポールの四隅に引っ掛ける、そこのフックの形状が非常に小さく扱いづらくてですね、すごい苦労します。今ねこれ一生懸命引っ張って取り付けようとしてますがね、ここはちょっとマイナーですが欠点ですね。最後に前室部分のペグを打ち付けて完成ですね。今前室をねチャックを開けて荷物を中に収納してみるところになります。ご覧の通り40リッター程度のバッグは置けるんですが、大きいツーリングバッグは前室には置くことはできませんでしたね。ということで北海道へ持ってったですね、大きなツーリング用のバッグはテント内へ収納することにしました。もともと2人用テントなので大きいツーリングバッグでもね2個余裕で格納することはできます。はい、ここからテント内天井にあるギアロフトからのテント内道具の設置状況の様子ですね。この図面の通りルナドーム2型は2人用テントですので、1人で利用する場合はもう1人分のスペースに十分な道具を置く、そういうスペースを確保することができます。今、水色のクローズドセルマット、そしてその上にインフレータブルマットを展開しました。
そしてその上に白い結露から、羽毛のシュラフを守るためのシュラフカバーを広げているところです。次に羽毛のキルトを展開しています。キルトっていうのは、シュラフと違ってですね、掛け布団のように背中側がぱっくり開いている、そういったタイプの寝袋です。次にエアー式の枕、今回、新たに導入したものですね。これを膨らませてセットします。私の場合は寝相が悪いせいか枕がね寝てる間にどっか行っちゃうんで、このようにねシュラフカバーの中にね枕を収めてしまいます。オレンジ色はシュラフの中にセットするインナーシーツになります。ご覧のように上から見た感じでは人一人が楽に寝れてですね、物を置くスペースも十分に確保できているということがわかります。カブじいさん、ようやくテントのセッティングも終わりましたんでね、つまみ作ってお酒飲んで夕飯の準備ですね。今回はアヒージョを作ってみることにしました。普段はダイソーの小さいスキレット使いますけど、今回は3人用のちょっと大きめのスキレット持ってきました。でその中にですねアヒージョの具材、ミニトマト、パプリカ、ピーマン、ナス、マッシュルーム、ブロッコリー、そしてじゃがいも、骨付きソーセージ、小エビ、イカを入れて、真ん中にドカーンとカマンベールチーズも入れてね、でオリーブオイルに浸して、ガバのアヒージョの素を入れて加熱する、それだけです。簡単ですね。そしてもう一品は友人がね作ってくれたこのミニトマトとキュウリのこれなんて言うんだろう、無限キュウリっていうんですかね。この暑いさなかはね、このさっぱり冷たい漬物系は本当食が進みます。酒の魚にも最高ですね。私の動画を普段見てくださってる視聴者さんは お気づきだと思うんですけど、私は普段ソロキャンプの時はあまり食にはこだわらず、レトルトですとかフリーズドライ、アルファ化米などね、もうちゃちゃっとお湯注ぐか加熱するだけのシンプルな料理で済ませちゃってますね。そんな動画ばっかりなんですけど、こうやって友人と集まってね、色とりどりの料理にした包みを打つ、こういうのもいいですね。カブじいさん、ここでルナドーム新潟のディテールを見てみようと思います。このテントはモンベルのカタログでは山岳用テントにカテゴライズされていました。で強風に耐えるようにですね、このように針綱を、するところがね合計6箇所ありますね。あと結露対策としてですね、このようなベンチレーションが前後左右に4箇所フライに設置されてます。荷物を置くこの前室のスペースは前面側にだけありますね。このように40リッター程度のバッグであれば左右に1個ずつ置くことはできますね。大きなツーリングバッグを置くことはできませんでした。はい。でフライシートをこうやって託し上げてまとめる分、ここがちょっとね使い勝手が悪いですね。さっとねまとめるのがちょっとしづらかったですね。はい、それではオタク拝見といきましょう。インナーのチャックを開けてみました。はい、冒頭で言いました通り2人用テントですのでね、1人で寝てその横に大きなバッグにこう余裕で置くことができます。インナーテントは全面10デニールのポリエステルで、全面メッシュとは異なりますね。4シーズン仕様であることがわかります。前後左右4面には換気のためにこのようにねチャックで開けることでメッシュのスクリーンにすることができますね。ほんと換気にはかなり気を使っているようです。頭上にはですね物を置くギアロフトがこのようにありますね。でこの出入り口側のメッシュに関してはメッシュ自体も開けてですね、フライの開け閉めも中からできるようになってますね。凝ったギミックです。私のキャンプツーリングは主に3シーズンなので、どちらかというとフルメッシュのインナーがいいかなと。この4シーズンテントはオーバースペックな感じがしました。カブじいさん、はい、今日の夕飯は友人が仕入れてくれたもつでね、もつ鍋です。まず湯がいてえぐみを出しますね。はい、もつ鍋、そしてこの焼き鳥いいですね。
昼間は暑かったんですけど、夕方になって気温が急速に下がってきたんで、このようにね、バーベキューをテーブルの下に置くといい感じです。はい。豪華なね、夕飯に舌鼓を打ってます。最高に楽しいひとときですね。3人でね、もう現実に帰りたくない。どっか宇宙に飛んじゃいたいなんて、有頂天って感じですね。私はソロキャンプではこのガス式のランタンは持ってきませんが、こうやってグルキャンでね、友人が持ってきたガス式のランタン、ゴーっていう音がなんかね、いいですね。カブじいさん。友人たちと喋りながら飲みながらね、過ごしてましたら、もうね、10時を過ぎました。はい、そろそろね、テントの中へ入って寝ようと思いますね。気温は10度ぐらいまで下がってきました。このテントのいいなと思った点が一つ、この出入り口が D 型の、シェイプになっていますんで、チャック1本で一発で開けられる。これがいいですね。これが T 型、T ですね、T 型ですとね、2アクション、チャック2つ開けなきゃいけないんで、やっぱり面倒だなと思います。その点、この D 型はいいですね。このカメラの映像だとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、このフレーム構造が特殊で、前後左右の壁がほぼ垂直に立ち上がってて、居住空間が本当に広く感じますね。前回の TP 型ランシャン1と比べると圧倒的な居住空間の広さを感じますね。このテントは2人用ですので、十分広いっていうのは当たり前といえば当たり前なんですけど、ただその広さでもですね、重量は2キロ以内に収まってますので、すごいなと思います。この広い居住空間をどう捉えるかなんですけど、キャンプの時間よりもツーリングで走っている時間の方が重きがある私のスタイルの場合は、それほど居住空間が広いことは求めてはいないとは言えます。一方で雨などで、長期間ですね、テントおこもりを余儀なくされる場合は、このやはり広い居住空間っていうのはとっても便利に快適に過ごせるなということになると思います。先ほどまでテントの外にいたので寒くてですね、上下ダウンを着てたんですけど、今テント内でね、もうあったかいんでダウンの上下を、脱いでですね、テント内結露で濡れてしまわないように、この防水バッグの中にしまっているところです。で、次ですね、このオレンジ色のインナーシーツにですね、体を入れます。このインナーシーツは伸縮性がすごいありましてね、体への圧迫感が少なくてね、寝返りを打ったりする時もストレスがなくてとってもいいです。しかもね、少しですけどあったかい感じもしましてね、とても便利です。夏場はこれだけでも寝ることできますね。はい、次にこの状態でダウンのキルトの中に、体を突っ込んで、その後このシュラフカバーの中に潜り込むと、なんかね、もぞもぞちょっとね、あんまり容量がまだ良くなくてね、ちょっと苦戦してます。でもこうやってね、面倒なこのシュラフカバーの中に潜り込むこの動作もですね、広い空間じゃないととってもやりづらいんですね。おそらくこれランシャン1の中だとなかなか窮屈で辛い気がしますが、このルナドーム2型ですと空間が広いんで楽に、悠々と体を動かしてね、やることができる。この辺はやっぱ快適ですね。約ね、シュラフカバーの中に収まることができましたね。それでは皆さんおやすみなさい。はい、明かりをね、ちょっとね、レッドライトに変えて、その後ね、寝ますね。はい、明日の朝はどんな朝かななんてね、考えながら眠りに落ちます。カブじいさん。はい、おはようございます。ルナードームでのね、テント泊、
夜が明けてね、起きました。今ね、時間は6時ですね。今ね、何してるかっていうとですね、テント内に結露がないか、ね、荷物に結露の粒が落ちてこなかったかとかね、インナーテントの内側触って結露がないかをチェックしてますが、全然ね、結露はありませんね。これはやっぱりこのテントの換気性能がいいってことなんでしょうか。もしくはあんまり外気温が下がらなかったのかもしれないですね。ちょっと雨心配でしたが、外の雰囲気、テントにね当たる雨音がないんで、晴れてるなっていうことが分かります。はい、明るいですね、外だいぶね。フライシートの内側にもね、結露は全然ありませんでした。下から覗くとね、晴れてますね。このフライシートのチャックを開ける瞬間、朝が来たって感じですな。雲が出てますが、いい感じで晴れてますね。すがすがしい朝ですね。気持ちいい。はい、一晩ね、このルナドームで寝てみてどうだったかというところなんですけど、おそらく夜ですね、外気温は10度以下にはならなかったんですね。インナーテントがフルメッシュじゃない関係もあってですね、結構暑く感じました。で、羽毛のキルトを外して、インナーシーツとシュラフカバーだけで寝たんですけど、結構汗ばむ感じで暑かったですね。やはりこのテントは4シーズンをターゲットにしていると、冬場でもね使うことを前提に設計されているんだなと思いました。なので、通気性っていう面ではフルメッシュのね、そういったタイプのテントの方が私の用途には合ってるんじゃないかなって感じました。ここでいう私の用途というのは、私がキャンプツーリングに出るシーズンっていうのはあくまで3シーズン、春、夏、秋ですね。そしてあくまでも平地でのキャンプですね。高い山で使うとか、そういった厳しい環境で使うことを前提にはしてないです。なので、3シーズン前提の私にはこのテントは、結構オーバースペックなテントなのかなと感じました。もしくは真冬のキャンプに行くときはこのテント出番があるのかもしれないですね。そういった感触です。視聴者の皆さんはね、なんでそんなテントをね、株じいさん買ったのって思われるかもしれませんが、実はこれ株主になるずっと前、オートキャンプで冬場にキャンプをするために買ったんですよね。ですのでだいぶ前に仕入れたんです。で、押し入れでテントの整理してましたらね、このルナドームそういえば持ってたわってね、結構 UL 系テント、もしかして今回の UL テントの候補としていいんじゃないかってことで今回持ち出してきたわけです。結果的にはやはり4シーズンテントと3シーズンテントって根本的に違うなっていうのを改めて身をもって体験したっていう気がします。居住性に関しては昨日ね、寝る前にも確認しましたが、もともと2人用のテントですのでね、1人で使う分にはほんと十分すぎる空間、そして大きなツーリングバッグもね、楽勝でテント内に格納できる、本当に広いスペースユーティリティのある、そういうテントですね。それから自立式テントの優位性っていうのを改めて今回感じましたね。ペグを抜いてしまってね、このようにテントを持ち上げてゴミを出したり、もしくは、テント本体の底面を乾かすためにひっくり返して干すとかね、そういったこともできる。その辺は自立式のね、なかなか使いやすさになります。またこのテントの違った使い方として、専用のフットプリントがあればですね、このインナーテントなしでアウターとフットプリントだけを組み合わせたシェルターとしてもね、使うことができそうです。あとはですね、ティピー型のランシャン1と比較してちょっとデメリットかなと思うのは、この
独特のフレーム構造ですね。スペースユーティリティを最大限に、発揮するためのフレーム構造ゆえにですね、この分解というんですかね、撤収作業はちょっと面倒っていうか、TP 型に比べてしまうとね、やはり手間がかかりますね。TP 型は1本のポールを、テントからね外して抜くだけでもう終わりですからね。一方この複雑なフレーム構造ですと、やはり撤収にちょっと手間がかかると、スペースも余計にいると、これは致し方ない、デメリットになりますかね。また1人用のランシャン1と比べますとね、この2人用のルナドームですのでね、幕体自体が大きく面積も大きいですから、畳む際も、やはりね、ちょっと手間がかかります。今回は結露がなくてテントが濡れてないのでスムースに今こうやってしまえてますけど、もし結露があった場合ですわね、これ拭き取るのも大変ですし、完全に乾かせない場合は撤収した時のスペースっていうのはより大きくなってしまうので、これを元のこのスタッフサックに入れることは無理ですし、大きな別のバッグにね収納するなど、その辺はねデメリットになりますね。これはもう至極当たり前のことで、大きいテントは、展開と撤収に手間がかかる、サイズも大きくなる、濡れた時の、手間もかかると。小さいテントは設営撤収も楽勝、濡れた時のサイズも割とコンパクトで簡単に収納することができる。ここはもうね、大きさとその手間っていうのは比例してるわけですよね。これはもう当然というか、でもそれを承知の上で小さいテントを使うのか大きいテントを使うのか、そこのバランスっていうのはもう個々人の用途、好み、思考によると思いますね。自分が使うそのテントの用途、環境ですとかね、求める快適性と大きさ、重さとのバランス、それらを天秤にかけていいところに着地点を見出す、そういうテント選びっていうのが奥深くて、また楽しさでもあり、テント沼であるわけですね。はい、今日の朝食は昨晩のねもつ鍋の出汁で作ったねラーメンですね。もうね香りが最高ですね。はい、朝からねこの贅沢なねもつ鍋スープのラーメンいただきますね。はい、これほんと最高に美味しいですわ。カブじいさん、はい、キャンプ仲間2人とのね、一晩の最古でのキャンプも終わりましてね、これから引き上げるとこですね。雨がちょっとねポツポツと降ってきましたけど、カッパを着るほどではないかなということで、そのまま出発します。前回までですね、TP 型のコンパクトな UL 系テントランシャン1に泊まってみて、そして今回は UL 系とはいえ2人用のね快適性重視の大きめのテント、モンベルのルナドーム2型を使ってみて、2つのテントね全然違う特性のテント比較してみたわけですけど、結果的に私がどう感じているのかという点をお話ししますと、これどちらのテントが優れてるっていうね甲乙をつけるのは難しいっていうことになります。ランシャン1は小型軽量、設営撤収がスピーディーで楽、ただし居住性に劣る。ルナドーム2は2人用ですので、もう素晴らしすぎる、快適性がある。一方大きさ重さではランシャン1よりもはるかに大きく重いですね。設営撤収も面倒、時間がかかると、そこがデメリットになります。
つまり2つのテントは長所短所がそれぞれ逆になってるっていうことになりますよね。で、カブじいさんが長期のキャンプツーリングに使うとしたらどっちのテントなんだというと、どちらのテントも3シーズンの長期ツーリングには不向きって感じましたね。っていう答えですね。ランシャン1はその小型軽量さゆえのね便利さがありますが、やはり快適性がいまいちなので、せいぜい200ぐらいまでが限度かなって感じました。長期のツーリングになりますと雨に降られる確率も高まります。そうすると快適性で劣るランシャワンはちょっと辛いテントっていうことになると思います。一方ルナドーム新潟はどうかと言いますと、インナーテントがフルメッシュではないので3シーズン使用時ですね、朝晩で寒暖差の激しい北海道や阿蘇などのツーリングではね、間違いなくインナーテントの内側に結露が発生することになります。で、それを拭き取らないと撤収ができないというね、面倒なことになります。これがね、フルメッシュですとメッシュの内側には結露が発生しないんで撤収が楽なんですよね。このことはランシャン1、そしてバンドックのソロ TP1、バンドックのソロドーム1などインナーがフルメッシュのテントで確認済みです。フルメッシュのインナーテントは結露が発生しない。これは本当に快適ですし、撤収も本当に楽です。厳冬期にキャンプをするのでなければフルメッシュのテントがいい。これは私の好みのスタイルです。ということで、前回のランシャン1、そして今回のルナドーム新潟、両方 UL テントをね比較してキャンプで使ってみましたけど、どちらもちょっと長期のツーリングには不向きというね、なんともね微妙な結末になってしまいました。ということでカブじいさん、今後もですね3シーズンの長期長距離のツーリングに向いた UL 系のテントを模索する、そういうテント沼にねどっぷりハマってね、楽しい悩みなんですけど、テント探しを続けていこうと思ってます。ということで、ここから皆さんへの大切なお願いがあります。現在カブじいさんは次の北海道もしくは九州への長期キャンプツーリングのための軽くて小さくてでも快適性もそこそこあるバランスのいい UL 系のテントを模索しているところです。視聴者の皆さんがキャンプツーリング向けにこのテントはいいよっていう推しのテントをですね、ぜひコメント欄に書き込んでください。それらを一堂に比較してですね、これが一番いいんじゃないか、そんなテントをね選んでみる、そういう動画をね企画したいと思ってますので、コメント欄への推しテント書き込み引き続きどうぞよろしくお願いいたします。カブじいさん、週末土曜日不定期で動画更新中です。チャンネル登録とベルマークをクリックしてぜひお待ちください。